なんだこのボロ工場。相手がそうつぶやいたのを俺は聞き逃さなかった。こいつは取引先の社長の息子だ。わざわざ案内をしてやってるのに、ボロ工場なんていうやつの気が知れない。そんなことを言っているとどうなるのか、身をもって知るといい。俺の名前は桜井。工場を経営している50歳だ。俺は高校を卒業して、父の経営するこの工場に入社した。この工場は父から継いだ小さな工場だが、特注の機械も作っていて評判がいい。特にガラスを加工する機械は新規でも問い合わせが入るほどだ。特注の機械はメンテナンスなどを含め長期の契約が期待できるのだが、こちらも人員不足でメンテナンスに時間が割けない。なので最近はメンテナンスが必要な機械は注文を取っていなかった。しかし以前から付き合いのある大手ガラスメーカーの担当、江川さんから、桜井社長、今度こういった機械を導入したいのですが、なんとかお願いできませんかと頼まれてしまったのだ。江川さんの会社はこの分野では業界1位の大手だ。俺は江川さんのこの注文を受けようかどうしようかと迷っていた。江川さんは俺より少し年下で元気な人だ。江川さんは仕事も確かだし、うちの工場のこともよくわかっている。交渉の時もうちの意見を最大限に尊重してくれるので、取引先としては非常にうまくいっている。そちらのご事情は分かっているつもりなのですが、実はうちも競合他社に売り上げを追いつかれつつありまして、ここで挽回したいんですよ。という江川さん。俺もいろいろ考えて、きちんと商談の場を設けることにした。商談の数日前、江川さんから連絡が来て、ある人と一緒に一度挨拶に来たいという。来てくれるというのなら、断る理由もないので承諾すると、小出という俺より少し年下の男を連れてきた。はじめまして、小出と申します。と挨拶をされた。ずいぶん若いなぁ、と思っていると、今まで外資系の企業で働いていたのですが、最近父の経営するこの会社に入社したんですよ。父の体調が悪いので、急遽私が次期社長として呼び寄せられたんです。というのだ。江川さんはうなずいた。江川さんの会社の社長は現在入院中だそうで、急いで小出さんに引き継ぎをしているらしい。今日は特注の機械を作ってくれるいい工場があるというので、見学させてもらいに来ました。という小出。わざわざありがとうございます。と、俺は小出を招き入れた。しかし工場に入ったところで小出が、なんだこのボロ工場。周りには何にもないし、どんだけ田舎だよ。本当にここで作れるのかとつぶやいたのだ。周りの機械がうるさいし、小さな声でつぶやく程度では、俺には聞こえないとでも思ったのだろう。だが、俺はこの音に慣れている。小出の言葉はばっちり聞こえてしまい、つい足が止まってしまった。振り返ると、小出の隣にいた江川さんが、小出さん、なんてこと言うんですかと、たしなめている。隣にいた江川さんにも聞こえていたようだ。小出は江川さんに注意をされたことにムッとした顔をする。俺が振り返ったことで、自分が言ったことが俺に聞こえたと、小出は確信したようだ。そこで小出は突然開き直る。ああ、聞こえましたと、半笑いで口を開いた。ええ、まあ。俺がそう答えると、小出は笑いながら。でも、本当のことですよね。今まで外資系の企業で働いてたんで、日本のやり方ってやっぱり古いと思っちゃうんですよ。こんなボロ。小さい工場とうちが取引するなんて外資系じゃありえないしな。と言ったのだ。
一応、ボロいというのは言い直したが、見下しているのが目に見える。俺は江川さんに頼まれて、特注の機械の商談を受ける方向で考えていたが、俺の中でその熱がだんだん冷めてきているのが分かった。江川さんは小出の隣で冷や汗をかきながら、ところどころたしなめているのだが、小出はやっぱり聞く耳を持たない。ところで社長はいつからこの工場で働いているんですか？どこかへ修行に行ったりしたんですか？最終学歴は？と、矢継ぎ早に聞いてきた。俺は素直に、私は高校を卒業して、この工場、つまり父のもとで修行しました。父が引退したので私が継いだ形です。と告げる。小出がにやりと笑うのが分かった。へえ、そうですか。高卒ね。嫌味な笑いを浮かべてそうつぶやく。そして、まあでもこういう工場を継ぐのはそんなに大きな覚悟はいらないんですかね。なんせうちは業界1位なので、私もそれなりの覚悟で入社したんですよ。と続ける。この状況をまずいと思ったらしい江川さんは、話を手短に済ませようとしたのだが、やっぱりこんなボロ工場じゃなく、最新式の他の工場も検討しろ。と小出が言っているのが聞こえた。江川さんは眉間にシワを寄せて、小出を連れてさっさと帰ったのだ。そしてしばらくしてから江川さんから連絡があり、ものすごい勢いで謝罪をされた。江川さん自身、今まで小出がこんな失礼な態度を取ったことはなく、内心ものすごく驚いたそうだ。というのも、小出は優秀で、頭の回転も速く、ビジネスマナーもバッチリ。この企画を考えたのも、実は小出のアイデアが発端だったそうだ。小出は次期社長として、この商談を成功させ、会社をさらに急成長させたいという狙いだ。今まで江川さんが同行した大手企業との商談では、小出はその手腕を発揮し、難しい契約も締結させてきたらしい。江川さんの話から推測したのだが、つまり小出は大手や都会の一流企業に対してはしっかり猫をかぶれるということなのだろう。うちの会社の場合、工場の外観を見て、俺の学歴を聞き、自分の会社には不要だと判断した、ということかもしれない。事実、小出はうち以外と取引したがっていた。ただ江川さんは、うちが最先端の技術を取り入れているということも、うちの技術が必要不可欠だと分かっている。江川さんから何度も謝罪と商談継続のお願いをされて、俺は江川さんに免じて、今回の件は水に流して許すことにしたのだ。2日後、俺は商談に向かった。先方に着くと会議室に通される。江川さんが、楓が他の打ち合わせに行っておりまして、ひとまず私の方でお話を進めさせていただいてもよろしいでしょうか。と言ってきた。俺としては小出がいない方が気持ちが楽だ。どうせ商談をするのなら気持ちよく話がしたい。俺はうなずき商談に入る。こちらの提示した契約金だし、メンテナンスの部分も普段は先方でやってもらうことになり、最低限のメンテナンスに来ればいいとなったので、うちにとっての負担も少ない。これなら大丈夫だろう。俺も江川さんも安心して契約書を交わそうとしたとき、ドアが開き小出が入ってきた。手にはペットボトルの水を持っていて、商談相手のところに来たとは思えない。契約は成立してしまったか？と小出が言うと、いえ、これからですが。と江川さんが返す。すると小出は、その契約なかったことにしろ。と言い出した。え？と俺も江川さんも聞き返す。小出は鼻で笑って俺を見た。田舎のボロ工場が業界1位のうちと契約？そんなのするわけないだろ。あんたさっさと帰れ。そう言って
手に持っていたペットボトルの水をテーブルに広げてある契約書にぶっかけたのだ。は？俺は反射的に口を開いた。すみません。手が滑ってしまって。これで契約はできませんね。という声で。江川さんは立ち上がり。どういうことですか？桜井社長には以前からうちの機械をいくつか納品してもらっていますし、信頼も実績もあるんですよ。何を失礼なことを。と強い口調で言う。小出は、だからわざとじゃないって、当然許してくれるよな。と俺に言ってきた。続けて江川さんに向かって、この間言っただろ、他の工場も検討しろって。ほらこれ、今話をつけてきたから。と言って持っていた書類をテーブルに置いた。そこには大手の工場の資料が書かれている。小出は、これなら技術も最先端。大手だし信用して頼める。こっちにするから田舎の工場の人間はさっさと返せ。お前もこっちの方がいいと思ってるだろ？と言うと、江川さんは滝汗をかきながら、違います。と慌てた。江川さんは説明をしようと口を開いたが、俺はそれを遮りため息をつく。随分な態度だな。でも、そっちがそのつもりならどうでもいい。じゃ、特注機械の納品は白紙な。そう言うと小出は、ボロ工場は用済みだ。と笑う。江川さんは青い顔で、ちょっと待ってください。と言うが、小出はそれを制した。そういえば、今契約している機械もすぐに引き上げてくれ。どれもこれも用済みだから契約終了だ。全部大手の機械に切り替えるから。その言葉を聞いた江川さんは顔面蒼白で、何を言っているんですか？と小出に言い返すが、俺はもう一度ため息をつき、わかった。明日にでも機械を引き上げる。江川さん、今までありがとうございました。と言って会議室を出た。待ってください。と江川さんの声が聞こえたが、あんなボロ工場はもういらないぞ。と小出に止められたようで追っては来ない。俺は頭に来て先方を後にする。そして翌日、俺は今まで契約していた機械を引き上げるため、江川さんのところに向かった。自分でもわかるほどイライラしている俺に、江川さんは深く頭を下げてくる。俺は、もうこんな会社とは縁を切るよ。と言うと、江川さんは大きくうなずいた。そして、私もです。といきなり宣言した江川さん。何のことかわからずに思わず、は？と聞き返す。すると江川さんは、先ほど退職届を出してきました。そしたら小出さんから、あんなボロ工場と契約するような社員はいらないからさっさとやめろ。とお言葉をいただきまして、桜井社長に謝罪をしたらこの会社を出ることになったんです。と言った。は？さっきまでの怒りが吹っ飛んだ。それって俺のせいで、と俺が言いかけると、江川さんは首を横に振る。違います。僕自身、あの人のやり方にはついていけませんし、それを許している周りにも嫌気がさしました。あの人は何を言っても聞きませんし、この会社の将来性はゼロ。だったらさっさと辞めようと思ったんです。即決断をして行動に移せる江川さんを俺は尊敬した。転職先の当てがあるわけでもないようだが、ここにいるよりマシだ、と退職するようだ。その決意を聞いた俺の方が戸惑ってしまう。江川さんは機械の回収を手伝ってくれた。そしてすべての機械を撤収させたとき、小出がやってきた。あれ？うちの元社員はまだこんなところにいたのか。と江川さんを見て馬鹿にする。俺は小出に、これ、契約終了の書類、サインお願いしますね。と事務的に書類を渡した。
違約金ね。と契約書を見てつぶやく小出。まあ、違約金を支払っても大手と契約した方が得だし、これくらいなんてことない。と言ってサインをする。俺は、金輪際御社とは関わりませんので。と言うと小出は、それはこっちのセリフだ。と笑った。言いたいことは山ほどあったが、今ここで言ったところでどうなるものでもない。俺はサインをもらった書類を持って出る。半月後、あの会社との契約はなくなったが、今は新たな機械を作っている。これが量産できれば、今までよりもはるかに収益は上がる。そう思っていると、桜井社長、また詳しい話を聞きたいと言われましたよ。と、江川さんが事務所に飛び込んできた。実は江川さんは、あの会社を辞め、うちに就職したのだ。うちには職人ばかりだから、きちんと営業を担当できる人間がいなかった。よく考えたら、江川さんみたいに即戦力の人がいれば、今までよりも効率的に動けるではないか。そして俺は、あの会社から機械を回収した後、江川さんに、もしよかったらうちの力になってくれませんか？大手ほど給料は出せないですが、と打診。江川さんは目を丸くして、いいんですか？と言ってくれた。給料は低くてもいいです。ただ、契約に至った分はボーナスをください。と笑う江川さん。ちゃっかりしてるな、と俺も笑いながらうなずいた。江川さんは有言実行。どんどん新規開拓をして、新しい取引先を見つけてくる。相変わらず人手不足だったが、江川さんが知人に声をかけ、即戦力になる若手が数名増えたのだ。おかげで今、うちは人も増え、仕事も増え、うまくいっている。それから1ヶ月後、工場に1台の車が入ってきた。見慣れない車に俺が首をかしげていると、小出さんという方が見えてます。と従業員が俺を呼びに来る。ああ、あいつか。俺はそう思い外に出る。まさか乗り込んでくるとは思わなかった。小出は、桜井社長、どうか契約の延長をしてくれませんか？と頼んできたのだ。この間回収した機械のことですか？俺が聞き返すと、そうです。契約を延長するから支払い予定の違約金は撤回してほしいんです。と丁寧な口調で続け、事情を一方的に話し出した。どうやらよその会社に頼んだ機械の性能がうちの半分以下で、毎日丁寧なメンテナンスが必要だし、オイルや部品などの消耗品も特注品を使わなければならず、かなり高額で負担なのだそうだ。不具合や故障などもしょっちゅうで、現場からはクレームの嵐。小出はどうしようもなくなり、機械を戻してほしいと頼みに来たのだ。俺は思わず吹き出す。違約金を支払っても大手企業と契約した方が得だと、あの契約書を読んだだけで瞬時に判断できるあなたが、こんな風に言ってくるなんて相当困ってるんでしょう。だが、あなたはうちの会社とは金輪際関わらないと言いましたよね。そっちの都合で途中解約しておいて、一方的に契約を延長しろというのは勝手すぎますよ。頭のいいあなたなら、それがどれだけ非常識なことかわかるでしょ？と言うと、小出は唇を噛みしめる。小出も自分の非常識さはわかっているだろう。しばらく黙っていた小出は逆ギレし、うるさい！こんなボロ工場の分際で分かったようなことを言うな！と怒鳴った。俺は、そんなこと言われても痛くも痒くもない。だってそのボロ工場は今、最先端の技術を取り入れたメンテナンスが少なくて済む機械を開発し、業界内でバカ売れしてるからな。この技術を使った機械に関しては、今のところ業界1位。田舎のボロ工場だからってバカにしてると痛い目見るんだよ。
と反論。そこへ江川さんもやってきて、ちなみにあの時、桜井社長に特注機械をお願いしていれば、売上倍増間違いなしだったんですけどね。と付け加える。江川さんがいることに小出は驚いているようだったが、だんだんと青ざめ。もしかして、競合他社の売れている新製品って、とつぶやいた。俺はうなずく。それ、うちの特注機械を納品させてもらって、それで作った製品ですね。江川さんは、逃した魚は大きかったですね。最先端が好きなあんたらしくないな。と笑った。小出はもう言い返す気力もなくなったのか、青い顔をして、覚えてろよ。と言い、車に乗って去っていった。1年後、小出の会社は売り上げが低迷。業界1位からはるかに転落している。ちなみにうちが機械の契約延長をしなかったので、あの大手の機械を使い続けているらしいが、やはり使いにくい上にトラブルが続出し、現場の社員たちからかなり文句が出ているそうだ。江川さんの元同僚が嘆いていたらしく、それに苛立った小出は、部下たちに当たり始め退職者が急増。そのタイミングで入院していた小出の父である社長が退院して一時復帰したそうだが、社内の代わりように愕然とし、小出が追い出されたという。うちの会社は売り上げが上がり、相変わらず順調だ。今は若手の社員も増やして育成している。第2工場の建設も検討中だ。これからも会社を成長させていきたいと思う。